こんにちは。メイコさんは俺やアキトなら入っても大丈夫だと言っていたが、本当に良かったのだろうか。よーし、あとはこの生地をまとめて冷蔵庫で冷やせばいいんだな。触りすぎないようにね。バターが溶けないように素早く整えるんだ。オッケー、任せといてよ。二人はキッチンで何か作っているみたいだな。だが何を？そうそう、いい調子。それができたら、あとはラップで包んで。ああ、トウヤくん、いらっしゃい。どうや？すみません。貸し切りだとは聞いていたんですが、やはりお邪魔だったでしょうか。大丈夫だよ。でも、少し待ってもらえるかい？これだけラップに包んじゃうから。さ、レン、頼んだよ。お待たせ、トウヤくん。ごめんね、バタバタしてて。いえ、お気になさらず。それより今のは？今はね、レンと一緒にクッキーを作ってたんだ。もう帰と話すわよ。はは。ごめん。けど、言わなくてもきっともう、大体バレちゃってるよ。すまない。知られたくないことだったんだな。気にしないで。どうやだったら問題ないからさ。だけど、メイコやリンたちには言わないでほしいんだ。びっくりさせる予定だから。びっくり？ほら、もうすぐホワイトデーだろ。だから、リンたちに贈り物をしようと思ってさ。けど、普通のプレゼントじゃ面白くない気がして。リンたちが驚くような、美味しいお菓子を作ろうと思って、カイトに教わってたんだ。なるほど。そういうことだったのか。本当は、僕よりメイコの方がうまく作れるんだけどね。でもほら、メイコにも渡すんだし、本人に聞くわけにはいかないでしょ。それは確かにそうですね。レン、いいものができるといいな。そうだ。リンたちだけじゃなくて、小羽やアンにも内緒にして、あの二人にも渡したいし。わかった。約束しよう。それにしてもホワイトデーか。俺もそろそろ準備をしなくてはな。どうやら誰に贈り物をするの？そうだな。俺は普段お世話になっている人たちに渡すつもりだ。あずさわや白石、母さん、メイコさんやミクやリン、ルカさんにもだな。はは。トウヤくんも渡す相手がたくさんいるんだね。けど、いいことだよね。感謝したい相手がいっぱいいるっていうのは。確かにそうですね。感謝したい相手か。そう考えると他にもたくさんいると思うが。そうだ、お二人にも何かお返しをしたいな。ちょうどホームパーティーの日がホワイトデーのすぐ近くだったはずだ。パーティーのお礼も兼ねて何か贈るとしよう。どうや？どうかしたの？ああ、実は子供の頃からお世話になっている人たちがいるんだが、その人たちからパーティーに招待してもらったんだ。だから俺も2人のために何かお返しをしたいと思ってな。それなら気合を入れた贈り物をしないとな。
せっかくのホワイトデーなんだしさ。気合を入れた贈り物か。確かにレンの言う通りだな。考えておくとしよいやー、なんだか素敵だね。え、何の話？もちろん、ホワイトデーのことだよ。ほら、心の中で感謝していても、普段はなかなかそのことを言い出せなかったり、伝える機会がなかったりするでしょ？けど、こういう日があると、感謝の気持ちも伝えやすいよね。レンも、普段はなかなか素直になれない分、こうしてホワイトデーに向けて頑張っているわけだしね。だから別に、そういうのじゃないって。あれ？窓の外にいるの、アキトくんじゃない？う。ああ、そうか。そろそろ待ち合わせの時間だな。だがこのままだとあずさわや白石もここに来てしまうな。レン、アキトに事情を話して待ち合わせ場所を変えるよう頼んでくる。ほんと？ありがとう、トーヤ。ああ、それではレン、カイトさんもお菓子作り頑張ってください。トーヤくんも歌の練習頑張ってね。こうして改めて見ると本当にたくさんの種類のお菓子が売られているな。司先輩とサキさん、お二人が喜んでくれそうなものが見つかるといいのだが、この店では焼き菓子を中心に扱っているようだな。マドレーヌ、マカロン、パウンドケーキ、他にも様々な種類のお菓子がある。俺は甘いものはあまり得意ではないが、司先輩とサキさんなら喜んでくれそうだ。いや、正直なところ二人なら何を渡してもきっと喜んでくれるだろう。だがそれでは。それなら、気合を入れた贈り物をしないとな。せっかくのホワイトデーなんだしさ。気合を入れた特別な贈り物となるとなかなか難しいな。はあ、どうしたものか。おや、青柳くんじゃないか。上白先輩。こんなところで会うとは奇遇だね。もしかしてホワイトデーの贈り物を探してるのかい？どうしてそれを？お菓子のショーケースを眺めてため息をつく姿を見ていれば簡単に想像できるよ。それよりずいぶん浮かない顔をしていたけど、何を買うかそんなに悩んでいるのかい？それはそういえば上白先輩は司先輩と同じショーステージで働いているんだったな。もしかすると俺よりも司先輩の好みについて詳しいかもしれない。それならすみません、少し相談に乗ってもらってもいいでしょうか？構わないよ。僕の用事ももう済んでいるしね。ありがとうございます。では。なるほど。司くんとさきくんに特別な贈り物をしたいか。はい。上白先輩は司先輩とよく一緒にいらっしゃいますし、よければアドバイスをいただきたいなと。そうだね。確かにさきくんのことはともかく、司くんのことなら少しはアドバイスができるかもしれないな。とはいえ彼は君が心を込めて選んだものなら
どんなものでも喜んでくれると思うよ。やはりそうですか。青柳くんはそれでは満足できないみたいだね。あ、もっと喜んでもらえるようないいプレゼントがないかと思ってしまって。うむ。それならお菓子を手作りしてみるのはどうだい？手作りですか？ああ、実は僕自身バレンタインにショーの仲間たちから手作りのプレゼントをもらったんだけど、想像していたよりとても嬉しかったんだ。自分でも不思議に思ってね、どうしてだろうと考えてみたんだけど、やはりプレゼントにたくさんの思いが込められてるのを感じられたからだと思ったよ。思いですか？ああ、僕たちショーのメンバー一人一人のことを思って作ってくれているのがよくわかるプレゼントだったんだ。もちろん思いを込めるやり方は他にもいろいろあるとは思うけれど、きっと手作りのプレゼントなら二人も喜んでくれるんじゃないかな。なるほど。確かにいい案だと思います。ただ、正直に言うと、手作りというのを全く考えなかったわけではないんです。けど、俺は料理というものをほとんどしたことがなくて、美味しくないものを作って二人をがっかりさせるくらいならやめた方がいいと思っていました。ふむ、そうだったのか。ですが、上白先輩の話を聞いて少しだけ気持ちが変わりました。思いを込めた手作りのプレゼント、これを機に挑戦してみようと思います。いいアドバイスをしていただきありがとうございました。ああ、応援してるよ。二人に喜んでもらえるといいね。はい。